そしたらこれ表を向けてこれ、あなたの方に表を向けて持っていただいて、はい。僕からは一切見えませんよね。見えない状態でちょっとカードを広げてもらっていいですか？はい、もうちょっと立てていただいて、その状態で僕当てます。どうも皆さん、こんにちは。ダイマジックです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。このチャンネルでは毎週2回、誰でも簡単にできる今日から使えるマジックをご紹介しています。今回の動画もめっちゃ簡単で、めっちゃすごく、そしてバレないマジックご紹介していこうと思います。今回の動画、特におすすめなので、ぜひですね、これを見ていただいて、皆さんマジックをぜひ学んでみて、身近な人、周りの人とか、お友達とか家族にぜひ見せてみてください。先にね、実演をやってから、その後に解説をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速マジックの実演からどうぞ。はい、どうもこんにちは。こんにちは。はい、それではですね、一組のね、トランプ使ってマジックやっていこうと思います。最初にね、ぐちゃぐちゃにね、混ぜておきますけれども。さあ、で、今回のマジックはですね、もう、バラバラですが、あなたにカードを1枚、覚えてもらおうというマジックなんですね。はい、で、適当に選んでもいいんですけれども、今回は本当に無作為に、ランダムにカードを覚えてもらいたいので、まずね、数字を一つ決めます。10と20の間で、一つ数字を、好きなものを一つ決めてもらっていいですか？はい。はい、じゃあ、いくつにしましょう？ 17。17。じゃあ17枚出しますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17枚出しました。はい、ちなみに17という数字は、1と7という数字でできてますね。これ合わせるといくつでしょうか？ 8枚ですね。で僕、ここから見ませんので、はい、横向いてますので、はい、8枚出しますんで、その8枚目のカードを覚えてください。はい、1、2、3、4、5、6、7、8ですかね。はい、このカード覚えてください。はい。はい。じゃあもう、僕は一切見てません。はい。じゃあもうね、乗っけてしまいます。はい。はい。カード覚えていただきましたかね。はい。でそしたらもう表向きのままもうぐちゃぐちゃに混ぜちゃってください。はい。はい。はい。ありがとうございます。そしたらですね、もう今バラバラですよね。うん。そしたらこれ表を向けてこれ、あなたの方に表を向けて持っていただいて、はい、僕からは一切見えませんよね。見えない状態でちょっとカードを広げてもらっていいですか？はい、もうちょっと立てていただいて、その状態で僕当てます。こっちから見てカード当てます。無理でしょ。さあ、バーっとゆっくり全体をもうちょっとバーっと広げていってくださいね。バーっともうちょっと立てていただいて、バーっと広げてください。バーっと全体広げてくださいね。はい、こっちのカードを広げてください。見つけていきます。さあ、どこかな？さあ、こっちも見てもらっていいですか？どこだろう。カードね、絶対ね、どこかにね、あると思うんですけれども、こっちかな？なんとなく分かったかもしれません。はい。おそらくあなたのカードは、かな？当たりました？当たりました。ありがとうございます。ダイヤの5ですよね。よかった。当たりました。そうやって完全にノーヒントで当てることができるっていうマジックなんですけど、たまに怪しいとかっていう人いるので、もう一回やりますね。はい、もう一回、なんかイカ様とかなしでもう一回だけいきます。はい、もう一回ちょっとこれ混ぜてもらっていいですか？はい。どうぞ。もう混ぜてください。ちょっとカード飛んでいきましたけどもね。どうぞ。はい。大丈夫です。だから飛んでいった中に覚えたカードがあったらもう僕の負けなんですけれども。でもどっかにありますよね。もしこっちに行ってたらもう僕の負けです。どうしよう。ごめんなさい。そしたらこれを適当にこんな感じで5つの束に分けてもらっていいですか？はい。カード混ぜましたね。はい。バラバラに5つの束に分けましたね。そしたら直感でいいです。はい。あなたのさっき覚えたダイヤの5がありそうな束を本当に直感でピーンときた束一つ選んでもらっていいですか？これかな。これですか？うん、で一応これ念のためもう一回混ぜてください。もしこの中にあったらすごくないですか？そうね。ですよね。で、僕はですね、
あるかどうか、手の力で探ります。あ、当たってますよ。そうだよ。マジ、この束です。そうだ。この束です。これだって多分他の束ないっすよ。ナイス。この中にあります。でね、おそらくこれです。あなたのダイヤの5見つけました。残りのカードバラバラでございます。完全に手力だけで探り当てました。はい、改めまして大マジックです。動画を見ていただいてありがとうございます。はい、さあということでね、今回のマジック解説していこうと思います。めちゃくちゃ簡単にできる2段構えのマジックとなります。はい、表向きでですねカード1枚覚えてもらって、それをですねマジシャンはその表側を見ずに裏からですね、これじゃないかなっていう風にカードを当てる方法。そしてもう一つはですね、相手がねこう相手のカードをさらに混ぜた上で、ポケットから相手のカードだけを取り出してくるマジックということで、2つのねマジックになっております。連続技でできますのでぜひ覚えてみてください。まずですね、今回なんですけれども表向きでねメインは行っていきますね。メインは表向きで行ってまして、で、途中ですね数字を選んでもらいますね。10と20の間ですね。10と20の間で数字を、選んでもらって、そしてその、15とかだったら15枚出して1と5を足して、6ですよね、6枚目覚えてもらいますというような感じで、いくんですが、これはですねフォースというテクニックを使ってますので、必ずですね10番目にいるカードが最終的に選ばれることになります。ということで今回はですねこのダイヤの5を選ばせたいということなので、ダイヤの5をあらかじめ下から10番目にセットしておきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9取って、10枚目ですね。10枚目にこのダイヤの5を置いておきます。この状態でスタートします。最初にですね混ぜても大丈夫なんですが、この下10枚この10枚の並びは崩したくないので、こんな感じでねオーバーハンドシャッフルでこうシャカシャカと混ぜても大丈夫です。で混ぜても大丈夫なんですが、最後まで混ぜ切ってしまうと順番が狂ってしまいますので、こうやって混ぜていく時に右手の枚数がもうすぐ10枚ぐらいになるなーって時になったら、右手の束をですねこの裏にこうポンとそのまま入れてしまう感じです。そうするとカードが混ざった印象は与えられるんですが、先ほどのそのセットした下10枚ダイヤの5とかは一切触れることなくこうやってですね、混ぜることができますので、混ぜて右手のカードが少なくなってきたらさっと全部裏に持っていく、こんな風にするとですねこの下から10枚目のダイヤの5というのは崩れませんので、こんな感じでやりましょう。そしたらデックをね表に向けまして、10から20の間で好きな数字を選んでもらいます。これ10から20の間って言ってるんですが、19までは OK です。19までは OK なんですけど、20はダメなんですね。20だとちょっとこのマジックうまくいかないので、もし20って言った場合は10と20の間でお願いしますねっていう感じで言い直してください。10は OK です。10は全然問題ないです。10だったら普通に10枚出して10枚目のダイヤの5をね覚えてもらえばいいわけですから。はい。で例えばお客さんがねじゃあ14って言った場合は、じゃあ14枚出しましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 一回14枚出して全部戻します。そしたら14という数字は1と4でできてますね。合わせるといくつですか？ 5 ですね。はい。じゃあ僕ね横向いときますんで5枚目のカードを覚えてください。1,2,3,4,5という風にですねどの数字を選んでも必ずダイヤの5になります。はい、11から19の間ですね、どの数字をお客さんが選んだとしてもダイヤの5を必ずフォースで選ばせることができます。はい。であとはですねカードをこう適当にバーッと置いて、表向きのままですねもう混ぜちゃってくださいって言ってお客さんにもう混ぜてもらいます。本当にぐちゃぐちゃに、混ぜてもらうわけですね。はい。でそしてですねこうやってお客さんの方にこうやって表向きでこうやって広げてもらいます。でバーッと見てどこかなっていうのを当てるんですが、マジシャンはですね簡単にダイヤの5がここだというのを見抜くことができます。なぜかというと、実はこのマジックこのフォースさせたいダイヤの5だけ裏の色が違っていたんですね。
そうなんです。実は今回赤裏のデックなんですけれども、フォースさせたいダイヤの5は青裏、つまり、異なる色のバックのカードを使っていました。はい。なのでですね、この青裏の、別に青じゃなくてもいいんですけど、違う色のバックをこうやって下から10番目にセットしているわけです。はい。で、なので、あらかじめですね、ダイヤの5がもう1枚あるとダメなので、その赤いデックの方のダイヤの5は抜いといてくださいね。赤いデックのダイヤの5は抜いといて、青いデックから、別の色のデックからダイヤの5を下から10番目にセットしておいてください。そして、じゃあ抜いた赤いデックのダイヤの5はどこかというと、そう、実はあらかじめポケットの中に忍ばせておくんです。どちら側でもいいですけれどもね、あらかじめ赤いデックのダイヤの5は抜いて右側のポケットに入れておきます。はい。で、先ほどですね、こうやってお客さんにこう表向きでですね、バーッと広げてもらって、で、マジシャンはですね、見つけましたって言って、これをダイヤの5を見せます。当然、裏の青は見せません。はい。表向きでダイヤの5を見つけましたって言って、さりげなく、この表向きデックの一番上にダイヤの5を置きまして、で、この赤いダイヤの5が入ってない方のポケットに、一旦デックをね、忍ばせます。一旦こうマジックが終わったかの感じのね、雰囲気を出して、このダイヤの5を左側のポケットの中に入れてしまいます。で、もしかしたらちょっと納得いってない顔してるかもしれませんね。もう一回やりましょうかって言って、この青い5だけをポケットに残して、残りのデックを持ってきます。もうこれはもう全部赤なので問題ないです。ではまたお客さんに、じゃあこれね、混ぜてくださいって言って混ぜてもらいます。ぐちゃぐちゃに混ぜてもらって、では、こんな感じでバーっと5つに分けてくださいって言って分けてもらいます。当たり前ですがダイヤの5はどこにもありませんね。で、適当にお客さんに5つに分けてもらったら、どれか束1つ選んでください。どれを選ばれても構いません。じゃあ選ばれた束をですね混ぜてくださいって言って、で混ぜて、じゃあですね当たっているかどうかちょっと僕手の感覚で見つけ出しましょうって言って、右側のポケットに入れます。でその際ですね、右側のポケットにはすでにダイヤの5が入ってますから、ダイヤの5のね上に束を乗せるようにしてください。すると一番下がねダイヤの5のままなので、ダイヤの5が抜き取りやすいと思います。多分ですね、あなたねこれ予想しましたよね。合ってるんじゃないかな。おそらくこれですと言って1枚のカードを抜いてくる。そう、それがダイヤの5なんですね。はい、お客さんのダイヤの5を何も見ずに指先の感覚だけで見つけ出す。で当然残りのカードは当たり前ですが何もない、何の証拠も残らない。このマジックの肝であった青いダイヤの5はもうここに証拠隠滅されているので、何にも残らずにクリーンな状態で終わることができます。はい、いかがでしたでしょうか。テクニックはね全く使いません。別の色のカードをですね、同じカードを用意してあらかじめこうポケットに忍ばせて、もう1枚はセットしておくだけですね。テクニック技術一切使わずにこのマジックを演じることができます。注意点としてはやはりこのポケットの中入れるときですね、これ入れるときにどうしても処理しに行ったって思われたくないんですよね。なんか今ポケットの中にカードを入れたなっていう風に思われるの嫌なので、セリフを言うタイミングがすごく大事です。ちょっと今から、詳しく言うんですけれども、マジックが終わって、そう、あなたのカードをですね、見つけることができるんですけれども、って言いながらまずもう入れますね。見つけることができるというマジックだったんですが、って言って、両手をこうやって入れるとバランスがいいかもしれませんね。なんかこう、片手だけ入れるとちょっと違和感があるので、はい。ということだったんですが、ちょっと違和感ありますかね。もう一回ちょっとね、やってみましょう。っていう時にはデックをですね出すようにします。つまり言うタイミングなんですけど、もしかしたらちょっと怪しいと思ってるかもしれませんね。じゃあちょっともう一回やってみましょうかって言ってから出すと、この間にですね左手にすごく注目をされてしまいますので、もしかしたらちょっと怪しいって思ってません？もう一回やってみましょうかっていう時にはもうデックが出ているのがいいですね。怪しいと思ってませんってここ両手を示してですね言う時にはもうデックを出している。だからもしかしたら今ちょっとね怪しいと思ってるかもしれませんね。もう一回やってみましょうかの前に先に出してしまうっていう感じですね。
言ってから出すんじゃなくて、言いながらもう出してしまって、じゃあもう一回やってみましょうで次につなげた方がスムーズにいくと思います。すいません、ちょっとこうだいぶ細かい話にはなってしまうんですが、セリフを言うタイミングっていうのも、マジックを成功させる上ですごく重要になりますので、そのあたりもぜひ意識してみてください。ぜひね、覚えていろんな人に見せてみましょう。はい、ということでご視聴いただいてありがとうございました。皆さんもね、今日もぜひよかったらね、今日のマジックも役立てていただけたらと思います。で、ここまで見ている皆様にぜひお願いです。コメントで今日のマジック、ぜひ10点満点で何点か評価欲しいです。10点満点で演じやすさとか、どれぐらいねやってみようと思ったかとか、ちょっと受けそうかな、難しそうかな、ちょっと皆さんの感想も含めて10点満点でよかったら点数コメントいただけると嬉しいです。10点ならもう10点でいいですし、9点でも8点でも、もう全然使えねえわって思ったらもう0点でも構いません。今後のね動画作りの参考にさせていただきたいので、もう率直にで結構です。ぜひ今回のマジック10点満点で星いくつだったかコメントいただけると嬉しく思います。はい。で、あとですね、最後に宣伝です。このチャンネルは、メンバーシップ、登録いただける方を募集しております。現時点でもう100人以上の方に登録いただいてまして、誠にありがとうございます。メンバーシップご登録いただくと、普段ね出せない非公開のね、ちょっと限定の動画、不定期ではありますが、そちらを更新していたり、あとこのチャンネルで過去に公開してきた400種類の動画、現在ほとんど非公開にしていますが、それらがですね全て無制限で見放題となります。はい、ぜひねチェックしていただければと思います。概要欄からご覧ください。ということでね、今日も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次回のマジック動画でお会いいたしましょう。それではバイバイ。